これではダメです。ダメです。ダメです。ね。これではダメ。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。いつもね、私の動画、本当に皆さん一生懸命見てくれてありがとうございます。おかげさまでね、この頃もうたくさんコメントをね、いただけるようになりました。で、実はそのコメントの中をね、読ませていただいたら、柴崎の絵はね、ちょっと難しいかもわからない。もっと優しい、一番簡単なお話を教えてほしいっていうね、熱烈なご意見があったんですよ。それをね、読んだ時私もちょっと反省しました。そうか、なるほど、そうだなって、私も思いましたね。そこで、今日からね、透明水彩画の一番基礎中の基礎、基礎中の基礎。これさえね、勉強すればね、もっともっと良くなるぞ、というね、お話を、しばらくシリーズとして、立ち上げたいと思います。今日はその第1回目としてね、このパレットですね。パレットに絵の具をどう置いたらいいかっていうね、ここのお話しします。実はね、まず1回目にこのパレットのこのお話をしたかったのは、もうね、そう言ってはあれですけど、皆さんのパレット見るとね、もうぐちゃぐちゃなんだよね。でたらめ。これではいい絵描けないなって柴崎は思ってます。私はこうね、常々、絵を描くのとお料理は似てますよって言ってますよね。そうだとすると、このパレットはお料理をするキッチンかもわからないんですね。ですので、これまず、このキッチンの中行った時に、さあ今日お料理するぞと思って、お砂糖を見たら、あれお砂糖買い忘れちゃったとかね。お塩がなかったとかね。そういうことだったら、もう料理できませんもんね。だから、ここの絵の具ね、これお塩やお砂糖だと思って、まずたっぷり用意しましょう。ところがね、そう言ってもね、絵の具をね、ちょっぴりしかね、出してない人がいるんだよね。これではダメです。ね。これではダメ。この透明水彩絵の具ってのはね、固まっても、また水で溶いてちゃんと使えるんですよ。だから、もう惜しまずに、たっぷりと出します。まずここに出してみせますね。どうやるかというと、これをね、もうこの奥の方から、ぐにゅ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 、ぐにゅ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 って、こうやって、このくらい。ね。もうこのくらいいっぱい入れます。こうすれば、いつお料理をしようと思っても、お塩がなかった、お砂糖がなかったなんてことないですもんね。まずね、これが大事ですよ。絵の具をたっぷり出しておくということです。では次に、じゃあどういう順番に絵の具を出したらいいかということですね。これは、この、なんていうか、キッチンの中に、いろいろなね、多分お砂糖やお塩がどこにあるかですね。あるいはお鍋がどこにあるかとか。そういうことですよね。もし、お塩がこっちにあって、お砂糖があっちの方にあって、お鍋があっちの方にあったら、やっぱりスムーズにお料理できないでしょ？特に透明水彩っていうのは結構ね、乾きを待たないで描く絵ですので、スピードを要求されるんですね。その時に、あれ、あの絵の具がない、この絵の具がないって迷ったらうまくいきません。そこで、絵の具の並べ方にはちゃんと決まりがあります。もう決まりがあるんですよ。今日そのね、
決まりを教えますね。どんな決まりか。これはね、なんと空にかかる虹、レインボーです。レインボーカラーに絵の具を配置します。どうですか？レインボーカラーだから虹色ですよね。赤から順番に青までですよ。その色の順番です。では、柴崎のパレットですね。今、まだね、絵の具入ってないと思うんだけど、赤からだんだん黄色、緑、青。で、実はこれがこっちに繋がるんですよ、こうやって。だからここにね、レインボーはこういう形だけど、レインボーのこのサークルができるんですね。そのような考えで色を並べます。これはとっても大事だからね、今日しっかり覚えてくださいね。では、本当にレインボーになるかどうか、今、柴崎色を解いてみせましょう。レインボーですね。まず赤からですね。赤ですよ。そして、赤、みんなこれが似てるんだけど、少しずつでも色違うんだよね。ほら、色違います。これよね。そして、今度はこれ。ほら、綺麗でしょ？そして、じゃあこっち行きましょうか。ちょっとだね。もうちょっと濃いめに。こうだね。そして、今度はこっち。ほら、素敵でしょ？もうこれだけでも感激してるよね。どうでしょう？ほら、レインボーカラーですよ。どんどんやっちゃいましょう。いいですね。でもこれいいね。少しちょっと飛ばそうか。こうだね。もうちょっと濃いめですね。じゃあこれ少し飛ばすね。これね。ほら。じゃあこれこうだね。見えますかね。綺麗でしょ？こうです。ほら見てください。レインボーカラーですよ。で、これは、じゃあここら辺とここら辺を混ぜてみましょう。これだよね。そしてこれ、じゃあ混ぜてみる？ほら、綺麗でしょ？お隣同士を混ぜるとね、色が綺麗なんですね。じゃあ、こことここ混ぜてみましょうか。これですね。これですよ。こう持ってきて、じゃあ、どうかしら。じゃあ、これね。これ緑ね。混ぜましょう。混ぜますよ。どうですか？もうちょっとわかりやすくか。黒くなった？黒くなりますよね。だから、皆さんたちが絵を描いていて、あれ？いつまでかなんかグレーっぽくなんか濁った色になっちゃった。ね。そういう時はね、ここら辺とここら辺をね、気がつかないで混ぜてる可能性あるんですよ。で、これがそうならないためにも、あるいは自分で考えたように鮮やかな色にさしたり、あるいは考えたようにグレーっぽくしたりするためにも、パレットをレインボーカラーに並べましょう。これがね、とっても重要です。ね。さあ、いいお話でしょ？本当にこれは大切なことです。ものすごく大切なことです。だから自分で思いつきで、画材屋さんで、この色ちょっと綺麗だなと思ってね、買ってきてちょっと適当に置いたらダメですよ。もうレインボーカラーなんですから。ね。もう決まってます。さあ、ではおさらいしましょう。まず絵の具は、たっぷりと出して固めておく。そしてもう一つですね。絵の具の並べ方はレインボーカラーに並べるということでした。約束ですよ。これをまず必ずやってみましょうね。いかがでしたか？もしよかったら、評価と
そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。最後にね、私の使っている絵の具の名前をね、教えましょう。で、これですね。メーカーによって中に入っている色がね、同じような色でも名前が違うかもしれませんけども、参考にしてくださいね。はい。それではまたね、改めて、さよなら。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。